はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日はですね、第2回目のこの朝鮮王朝の歴代の王様について、解説をしていきたいと思います。今日は、3代目と、それから4代目ですね、テジョンと、それからセジョンですね、の王様についてお話をしていきたいと思います。で、このテジョンの在位期間は、1400年から1418年までとなっています。それからセジョン大王はですね、1418年から1450年というですね、期間に在位したというふうになっています。それではですね、ここからテジョンですね、第3代目の王として、王位を継承したんですけども、彼は科挙にですね、この管理登用の科挙に合格しているということで、もともと彼自身もですね、出身に関係なく、誰でも出世できる、そういった世の中を目指していたわけです。ですから、彼自身もこういった科挙に合格しながらですね、その国政、国の政治の運営をですね、作っていったということになります。ただしですね、第一次王子の乱とかですね、第二次王子の乱といった形で、兄弟同士のその争いの中から、イ・ソンゲイという、この父親ですよね。父親が、王位を譲り、隠居したことは隠居したんですけども、彼に対するですね、何かしらのその心配事もあってですね、結局は自分の故郷であるハムンに帰っていってしまうということで、彼がこのテジョンがですね、この父親を呼び寄せるということもあって、何度か使者を送ったんですけども、それでも使者はですね、帰ってこないというようなことがあってですね、このハムンチェサという言葉がここから出てきました。これはですね、言ったきりですね、頼りがないとかですね、人が帰ってこないということを指して、ハムンチェサということになります。彼はですね、王権の強化を図ります。王権とですね、神権という2つのこういったこの内容を中心として、国の政治が進んでいくんですけども、彼はどっちかというと、王権を強化していくということなんですけども、これはあくまでも民衆の生活の安定のためということもあってですね、政治のその機関を動かしていくわけです。もともとはこのビジョン部という義政府と書いてますけども、ここがですね、内閣総理のようなところになります。国務大臣ですね、今でいう国務大臣とかですね、総理といったところなんですけども、ここを両義制とも言ったりするわけですね。しかしここをなくしてですね、そして直接この6章というですね、いうところにと、報告したりとかですね、命令したりする直接性を引いたわけですね。ですから、王が完全に中心となって、そして政治を行っていくというような形になりますね。この6層というのは、理想と図層ですね、礼儀、それから平層、軽層、高層といったそういう機関にな6つのですね、機関になっているんですけども、まずこの理層というのは、どういったところかというとですね、これは今で言うですね、総務にあたるところですね、文官の人事をするようなところですね。それから2つ目の塗装というところはですね、これは財務省にあたるようなところで、戸籍とかですね、人口とか、そういったものを調査していく、そういう機関になりますね。礼儀と書いてます。これは文字通りですね、婚礼とかですね、教育、祭事
祭り事ですね。そういったものを担当し、兵曹は、これもですね、字の通り防衛ですね。兵と書いてますから、それから刑曹は、これは法律、構造というのは国土交通省のようなところに当たるわけですね。こういったウィジョン部とか6層というものがですね、朝鮮時代にずっと続いていくんですけども、このテジョンの時にはですね、ウィジョン部をなくしたというところですね。それから、兵を持たないようにしたというところなんですけども、彼自身は紙幣というものを持ってですね、そして自分のその防衛を固くしたんですけども、他のそういった機関とかですね、にはですね、紙幣を置かないようにしていったわけですね。それからサガンウォンというところがあります。ここはですね、王様がですね、一人で何か政治を運営していくのではなくてですね、必ずその臣下にあたる人がですね、王に対する批判をしたりとか、諌めたりとかですね、そういった機関があったんですけども、これを直接、これを独立させて、直接、王のですね、元に置いたというところでおいてですね、何よりもこの王権を強化していくというところが特徴になります。結局は後継者を選んでいかないといけなかったんですけども、韓国の朝鮮のですね、儒教社会から考えるとですね、長男が後を継いでいかなければならなかったんですけども、実際ですね、このテジョンから見るとですね、三男のチュンニョンというですね、子供がですね、幼くしてとても頭が良かったりとかですね、何よりもその書物がですね、とても好きで、とても好きなゆえにですね、書物を隠したんですけども、それもですね、見つけて、そして何百回とですね、同じ本を読んでいくというような性格であったというんですね。それゆえに、このヤンニョンという長男がですね、自分にはその資質がないということで、自分がその王様になるんではなくて、三男に譲ってしまおうということで、自分が能力のなさを周りに見せつけながらですね、酒浸りになったりとかして、そしてこの三男に譲っていこうとしていったわけですね。次男がですね、ヒョンニョンという次男がいたんですけども、ヒョンニョンもですね、このヤンニョンの姿を見て、自分が王様になるというのではなくてですね、チュンニョンに譲った方がいいと。彼も思って彼はですね、仏教に帰依して、そして仏門に入っていったと。さて、この三男のですね、チュンニョンが、このセジョン、今の韓国ではですね、セジョン大王というふうに言われている王様です。セジョンがですね、王位についたのが22歳という若さであったがゆえにですね、テジョンの院政の下でですね、影響を受けながら、そして政治を行っていったわけですね。セジョンはですね、5人の後宮がいたということもあってですね、息子は18人、それから娘が4人いたわけなんですけども、このお嫁さんのですね、問題がいろいろあってですね、そしてなかなか、セジョン大王というとですね、いろんな功績を出したということで有名ですけども、家庭内においてはですね、嫁の問題もさることながらですね、それから健康問題もですね、あってですね、なかなか本当にこのセジョン大王というイメージとはですね、違ったこともあったというんですね。それが健康問題においてはですね、やはりこの書物をたくさん読んでいたということもあってですね、やはりこの視力が悪化していくと、目が悪くなっていったわけですね。このセジョン大王がとてもこの注目に値するのはですね、健康問題が40代以降にですね、起こって、その後にですね、様々な発明っていうんですかね、いろんなこの研究を行っていったというところがすごいところだというふうに言われていますね。そして、家庭内の問題でなくてですね、あとはこの民とのですね、兆候の問題があったらですね、民に対してはですね、毎年この馬とですね、婚女という女性を民に送っていくというようなこの貿易があったわけですね。
その根性を出さざるを得なかったということもあってですね、114名の根性が送られて、そしてこの任で生涯を終えていったというような女性たちがいたということですね。なぜこの徴兵をせざるを得なかったかというとですね、民と戦争をですね、なるべく回避して、そして民衆の平和のためにですね、力を注いでいったということですね。それから先ほどの義存部、義政府というですね、ところがありましたけども、これを再びですね、復活させて、そして王権とそれから神権を調和させていくというような政治を行っていきます。何よりもセジョンにおいてはですね、様々な功績を残したというところが大きいと思います。まずはじめにですね、チョンガンポという、これは霊楽ですね。高麗時代や親羅時代において、音楽というものが残っていましたけども、それが高麗に至って、音楽というものをなるべく後世にですね、残していくということもあってですね、この霊楽ですね、というものの整備のためにですね、楽譜とですね、創案をしたというんですね。それがチョンガンポというものですね。それから、チッピョンジョンですね。チッピョンジョンというところを設けていったわけですね。ここは人材育成ですね。人材育成のためにですね、チッピョンジョンというものを設けて、学問を発展させるというところにおいてですね、キョンボックンにそれを置いたと。で、ここでですね、このセジョンは、その学者ですね、学者たちを育成したりとか、試験を直接ですね、クンジョンジョンという、ところがありますけども、キョンボックンに、そこにですね、文化試験を受けさせて、そして人材登用を行ったというところがあったわけです。で、これは後にですね、このクンミンジョンですね、クンミンセヨン、クンミンセヨンを作ったところでもあったんですね。チッピョンジョンですね。それから3番目がチルジョンサンとですね、これは7つの天体のコースを定めながら、暦ですね、ソウルを中心とした暦を定めたというところも大きな功績として称えられています。何よりも4番目ですね、これはもう本当に有名なセジョンの功績ですけども、フンミンジョン、いわゆるですね、ハングルを創設したというところですね。で、このフンミンジョンを作ったきっかけというのはですね、先ほどのチッピョンジョンにおいてですね、鶏が鳴くのを聞いてですね、その学者たちにですね、じゃあこの鶏の鳴く音をですね、どうやって漢字音でですね、表すことができるのかといったときにですね、なかなかそれがうまくいかなかったということもあってですね、ではですね、民衆がですね、誰でもがこの書いたり読むことができるそういった音ですね、正しい音というものを作らなければならないというふうに考えたのがきっかけといいますね。韓国語ではですね、鶏が鳴くのは国旗用というんですけども、そういった国旗用なんかもですね、いかに文字として表すことができるかということを考えて、28の文字というものを作っていったわけですね。で、訓民というのはこれは民に悟らせるとですね、正しい音ということなんですけども、このハングル、後にハングルになっていくんですけども、子音とそれから母音の組み合わせですよね。で、今私にもこのコンピューターがありますけども、前にキーボードですね、左が子音ですね、それから右が母音ということで、子音と母音の組み合わせを、理解するだけでですね、文字がわかると。本当にこの早ければですね、1日で把握できる。大体ですね、1週間もあればですね、この文字をマスターすることができるということにおいてですね、とてもその利便性が高い文字として今世界的にもですね、注目されているわけですね。今この現代に至ってはですね、
スマートフォンとか、それから先ほどのそのを入力するときにおいてですね、このハングルというものがですね、子音と母音によって組み合わせればできるということにおいてはですね、とても普遍性のあるそういった文字であるということが考えられますね。先ほど言いましたけれども、チッピョンジョンにおいて誕生したというところですね。もともとはイドというものですね、利用して、中国からのその漢字を読むということで、あったんですけども、これではですね、本当にその、知識人だけしかですね、理解することができなかったということであったんですけども、中にはですね、これをすることにおいて、中国との関係、それからアジアとのですね、関係において、アジア圏においてはですね、やはり漢字というものが中心なんだということで、反対するそういった高官もいたというんですね。しかしですね、世宗はそれを振り切ってですね、そして、この君民制を発布していったわけです。これが1446年ということで、その後にですね、1447年に劉妃天下というですね、この君民正文、この28の文字で作った歌をですね、交換したということにも言われています。それから、チャン・ヨンシルというですね、人を起用したということも大きな功績ですね。この人は、ヌビですね。ヌビという、そういう身分の低い立場であったんですけども、彼を起用してですね、身分に関係なくですね、起用して、そして北京に留学させて帰ってきたところにですね、天文観測機とかですね、それから日時計ですね、日時計だったり水時計の自動のですね、ものを作る、自動の時計ですね、それから測雨機、雨量計ですね、そういったものがチャン・ヨンシルによってですね、発明されていったと。この世宗の時代にですね、様々な発明、それから草案ですね、それからハングルといったものが文化的にですね、定着して、そして発展していくというところになります。今日はですね、テジョン、それからセジョンについてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。引き続き、朝鮮の王朝の歴史を続けて解説していきますので、これからもよろしくお願いいたします。